今日も遅くまで仕事をこなして帰宅の途中で最近ちょくちょく通っている赤ちょうちんのラーメン屋台で食事をしていたら同じく残業していたトレーナーが来店し学園内でとは異なる距離感で話をする早川手綱。腹減ったなぁ。夕飯も食わずに働いてたからなぁ。さすがにこれだけ遅い時間だと学園近所の店は閉まっちゃってるしコンビニで弁当でも買って家で食べるか。あ、そういえば。あったあった、昭和を感じさせる赤ちょうちんのラーメン屋台。前々から興味あったけどちょっと気遅れして立ち寄れなかったんだよね。いい機会だし寄らせてもらおっと。こんばんは、まだやってますか？ああ、やってるよ。兄ちゃん仕事帰りかい。疲れた顔してるな。参ったな、顔に出ちゃってます。腹減ったとも顔に書いてあるぜ、座りなよ。どうも。ラーメンでいいかい？はい、お願いします。理事長が学園生の皆さんを思う気持ちは痛いほどわかるんですがもう少しだけ自重していただきたいというか。そうかい、今日も大変だったんだね。この声は。いえ、大変というほどでは。理事長が口を出したくなるのもわかるんですが今回のプロジェクトは学園生が自分たちで始めたものなのでそこはぐっと耐えてくださいと何度もお願いしただけです。手綱さん。トレーナーさん。どうも、お疲れ様です。まさかこんなところでトレーナーさんと会うなんて。悪かったね、こんなところで。違います、そういう意味じゃなくて。はっはっは、冗談だよ。姉ちゃんはこの兄ちゃんと知り合いなのかい？同じ職場の仲間と言いますか。ほう、そいつは奇遇だね。手綱さんはこの屋台の常連さんで？常連というほどでは。ただ、ここに来ると不思議と落ち着くので仕事帰りについ足が向いてしまうんです。長年ラーメン屋を営んでいらっしゃることもあり現在進行中のプロジェクトについても相談させていただいたり。なるほど、さすが手綱さん、学園生思いですね。だってそうじゃないですか。今は業務時間外ですよ。それなのに学園生のために食事の時間を割いているだなんて。そんな、食事を兼ねてなだけですし。それに私は当然のことをしているだけで。それを当然のことと言い切れるところが手綱さんの尊敬できるところなんですよ。もう、からかうのはやめてください。はいお兄ちゃん、ラーメンだ。ありがとうございます。姉ちゃんは餃子ね。待ってました。そういえば手綱さんはラーメンと餃子が好物でしたっけ？はい。ここの餃子の味を知ってからは他では食べられなくなるくらい絶品なんですよ。じゃあ俺も餃子もらおうかな。はいよ、ちょっと待ってな。トレーナーさん、せっかくのラーメンが伸びてしまいますよ。おっと、そうですよね。この味は、トレーナーさん。すごい。トレセン兼プロジェクトだけでなくトレーニングに活かせそうなアイディアが湯水のように湧いてくる。これはすごいラーメンだ。ふふ。手綱さん。トレーナーさんこそ学園生思いじゃないですか。どんなことからでもトレーニングに活かせそうなアイディアをひらめいてしまうなんて。いやいや、トレーナーとして当然ですよ。当然ですか。はい、当然です。じゃあ私たち同じですね。ははは、そうかもしれませんね。それにしても少し不思議な感覚です。と言いますと？学園のトレーナーさんと業務外の時間にお話しするのは随分久しぶりですから。そうなんですか。多分、皆さんに気を使わせてしまっているんでしょうね。それは違いますね。違う？ほら、いつも忙しいじゃないですか、手綱さんは。ええ、まあ。理事長も頻繁に暴走しますし。トレーナーさん、理事長のことを悪く言うのはですよ。わかってますって、理事長の行動が全部馬娘のためだというのは。ともかく俺たちは日頃から忙しい手綱さんにこれ以上迷惑をかけちゃいけないって思ってるんです。迷惑、ですか。はい。だから気を使わせているというより俺たちが勝手に遠慮しているんだと思います。そう、でしょうか。少なくとも俺は今こうしてお話できて嬉しいですよ。ふふ、そう言っていただけると少し安心します。忙しいのは好きなんです。ただ、気づくと一日が終わっていてご飯を食べそびれることも。それはいけませんね。いつも健康管理を謳う側なのに。でも大丈夫です。今こうして食べていますから。なんなら俺の餃子も半分食べますか？でも。いや
ここのラーメン思った以上にボリュームがあって、兄ちゃん腹減ってるって言ってたからな、大盛りにしといたんだよ。やっぱり、多いと思ったんだよな。まあそういうことですからどうぞどうぞ。では遠慮なく。やっぱり美味しいです。トレーナーさん。なるほど、そういうことですか。手綱さんが頑張れる理由が少し分かった気がします。こうして誰かの笑顔が見られるなら確かに頑張ろうって気になれますよね。学園生の笑顔が見たくていつも手綱さんは頑張っているんですね。はい、その通りです。無理はしないでくださいね。学園生だけでなく俺たちトレーナーも手綱さんに支えられているんですから。大丈夫ですよ。私こう見えて体力には自信がありますから。そこが一番心配なんです。それはどういう？丈夫な人ほど無理をしていても周りからは平気そうに見えてしまうので。そういう時はどうすればいいんでしょう？そんなの簡単さ、この兄ちゃんに支えてもらえばいい。同僚なんだろ。別におかしなことじゃない。兄ちゃんだって姉ちゃんに世話になってる身のようだし嫌とは言わねえさ。だろ兄ちゃん。もちろんですよ。でも、俺じゃ頼りないかもしれませんが日頃お世話になってる手綱さんのためなら何だってしますから。その時はよろしくお願いします。トレーナーさん、ちょうどよかったです。どうかしましたか？この後トレーナーの皆さんに正式発表するのですが一足先に。はい。トレセン研プロジェクトですが大盛況のうちに終えることができました。やりましたね。学園生の皆さんが最後まで自分たちの力でやり遂げました。売り切れ続出で最終日は長い行列もできていたそうで。それはすごい。それもこれも手綱さんが陰で支えてくれたからですよ。そんな、私は別に。いいんですよ、そんな謙遜しなくても。そうだ、今夜少しだけお時間いただけませんか？予定はありませんが。打ち上げしましょう。トレセン研プロジェクト成功の陰の立役者を称える打ち上げを。もちろん俺のおごりですからお金の心配はいりませんよ。ですから私は業務をこなしただけで。手綱さんがいなければ成功しなかったんですから。主役は学園生の皆さんですよ。その学園生を支えた人も主役です。ちなみに場所はどちらで？手綱さんが一番落ち着ける場所です。ここでしたか。プロジェクトもラーメンでしたしちょうどいいかなって。おう、今日は二人揃ってかい。こんばんは。お邪魔します。仲良く連れだって何かいいことでもあったのかい。実は少しばかりお祝いを。ほう。手綱さんが陰ながら支えていた学園生のプロジェクトが無事成功したんです。そいつはめでたいね。だがこんな親父の屋台なんかよりもっといい店に行きゃいいだろうに。いえ、この屋台がいいんです。私も、今回の打ち上げにはここしかないと思います。ならとびきりのを作らないとな。とりあえずラーメンでいいのかい。はい、お願いします。トレーナーさん。はい。今日は誘っていただいてありがとうございます。お礼を言うのは俺の方ですよ。手綱さんのおかげで学園生のいい顔がたくさん見られました。トレーナーさんもですよ。え？今のトレーナーさんもいい顔をされています。そんな顔を見られて私も嬉しいです。私が支えるのは学園生だけではありません。トレーナーの皆さんもですから。やっぱり俺たち同じですね。ふふ、そうですね。はいよ、ラーメンお待ち。あれ？なんか具が豪華じゃないですか？本当ですね。いつもはもっとシンプルなのに。めでたい席なんだろ。だったら少しくらい豪華でなくっちゃいけねえよ。あと餃子は俺からのサービスだ。そんな、悪いですよ。いいんだよ。頑張った人にはご褒美がなくっちゃな。それに今更じゃ返せなんて言えねえだろ。ありがとうございます。姉ちゃん。はい。前に言ったろう。困ったらこの兄ちゃんに支えてもらえばいいって。そうですね。どうだい？ちゃんと頼れているかい？トレーナーさん。はい。これからは少しだけ頼らせていただくかもしれません。遠慮しないでください。俺だって日頃からお世話になってますしお互い様ってもんですよ。
それに、トレ先生はみんな仲間でしょう？いや、学生のみではないんですけど。楽しいことも、苦しいことも、分け合っていきましょうよ。はい。というわけでこの餃子も半分こしましょう。いただきます。仲が良くて結構なことだね。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。